ごちそうさま。あら、あなた、もういいの？こんなに余っちゃって困ったわ。そんな時はニュークレラップ。さっと伸ばして手首をくるっ。とっても簡単でしょ？このまま電子レンジに入れても平気なのよ。クレハのニュークレラップ、皆さんもいかが？広告募集中です。さて皆さんこんばんは。今夜は木梨の赤子からおじいさんまで大好物のオムライスを作っていこうと思います。その歴史は明治大正時代の日本まで遡り、東京は銀座の煉瓦亭、または大阪の心斎橋の北極星が発祥とされております。昨今ではタンポポオムライスやドレスオムライスなるものも若者を中心に人気なようですし、私も大好物ではございますが、やはり帰ってくる場所は薄焼き卵のお布団が乗った飾りっ気のないオムライスでございます。それではまずはお米を炊いちゃいましょう。今回はこちらの番組の視聴者、通称お米ちゃんより食べ比べセットをいただきましたので、コシヒカリを炊いていくことにいたします。新米というのは甘くて香りのいい、それだけでメインディッシュを張れるような存在とも言えるわけですけれども、それを今回はケチャップでギトギトにしようっていうんだから、贅沢なものであります。お釜を炊飯器にはめ込み、ボタンを押したら電波がピピピ。東京の息子にメールが届く。で私の炊飯器そんな機能ないわけでございますが、お次はお野菜を切っていきましょう。玉ねぎは中ぶりのものを半分に切り分け、みじん切りにしていきます。チキンライスによく合うようなるべく細かく切り分けると大変口当たりが良くなりますよ。同じように鶏のもも肉もできるだけ小ぶりに切り分けていきましょう。それから付け合わせのきゅうりとトマトも切っちゃいましょう。よく世の中にキャベツの千切りにきゅうりのスライスとトマトのくし切りを乗せておけばよかろうなのだという付け合わせのサラダがございますよね。今もこうしてそれを作っているわけですけれども、これはガキが野菜を嫌いになる大きな要因の一つであるように感じるわけでございます。以前もお伝えしましたが、こちらのキャベツにオリーブオイルに塩コショウ、それから少量のお砂糖と味の素をかけ、ちょいと電子レンジでチンすれば大変美味しく食べることができますよ。それではケチャップライスを作っていきます。よく温めたフライパンにバターを加え、玉ねぎを飴色になるまで炒めていきます。はい、このような形で程よく色づきましたら鶏肉を加えます。あまり火を入れすぎると肉質がパサついてしまうため、さっとで構いませんよ。そしたらここでお味をつけちゃいましょう。塩コショウにケチャップとコンソメ、こちらをまずはさっと炒め、ケチャップの酸味を飛ばしましょう。そうしましたらお米を入れていきます。軽く押してお米を分離するような形で混ぜ、ケチャップの水分が飛ぶまで炒めていきます。私としたことが好物のマッシュルームを入れ忘れました。はい、このような形でケチャップライスは完成でございます。それではオムレツのオムを作っていきましょう。材料は至ってシンプル。卵3つに牛乳でございます。ケチャップライスをやや濃い味付けにしておりますので、こちらに塩分は加えません。材料をすべて入れてシャカシャカ混ぜましたら、フライパンで焼いていきます。まずはよく温め、適量のサラダ油を加えます。バターはいけません。くどくなりますし、高級感が出ちゃいますからね。そこへ卵を流し入れ、くるくると広げていきます。休日のお父さんであれば、事前にお皿にケチャップライスを盛り付け、そこへこの薄焼き卵をペロンと乗せた方が成功率がぐっと上がるでしょう。私も普段はそうしておりますが、今回は番組でございますから、覚悟を決めて米を盛ります。はい、そうしましたら卵を剥がして前方へと寄せ、気合で返します。私はトントン技法を習得しておりませんので、とにかく気合でございます。この方法の場合、少しでも邪念や恐れがございますと空中分解しますので、メンタルが大変に鍛えられますよ。あらやだ、ハレンチな。服が破れて中身が見えちゃってますね。でもご安心を。こうした空いたスペースでちょいと卵を広げて貼り付ければ、綺麗なオムライスに元通りでございます。
こちらをお皿に盛り付け、サラダを添えれば完成でございます。炒めた玉ねぎを使ってオニオンスープなんか作ればより幸福度が増しますよ。さて最後にソースでございますが、こちらはケチャップとウスターソースを混ぜたものになります。こうするととっても深みが出て美味しいんですよ。いただきます。これうまい。いやーうまいっす。いやまあタンポポオムライスも美味しいですけどね。あくまで個人的に言うと、そのオムライスの薄焼きはあんまりこうバターは使いすぎない方がくどくなくていいと思うんですよね。サラダ油とかの方は。本日もまた同じことを恥じらいもなくペラペラ喋っておりますので、ここら辺にて失礼いたします。明日も良い夢が見られると良いですね、ハム太郎。それではごきげんよう。この番組は今治といったらこのお餅、アワビ屋餅店の提供でお送りしました。時は江戸時代の宝暦、創業してから早269年、毎日つきたてのお餅をご提供しております。愛媛は今治、お餅といったらアワビ屋餅店。私源も大好物でございます。